and today I'm here at Sanrio Puroland, and I have the pleasure to ask the cosplayers here what in their opinion is a very, very foreign character. So a character in anime that stereotypes a foreigner or that might have foreign blood mixed in. So let's go and ask cosplayers. ソウリュウアスカ・ラングレーでなんかもう気が強いところとか外国人って感じのイメージアスカですよ、やっぱりなんででしょうかねなんかもう自分に自信があって可愛くてキラキラしてて元気でもう見た目もだし、でもなんかアスカちゃん日本人の女性っぽさもあるんですけど、自分が一番に出ようっていう感じの一番になろうっていう気概がやっぱ日本人的ではないかなってちょっと思いますね。やっぱまあ日本人の女性は一歩下がってっていうイメージがあるんで、まあちょっと古いイメージですけど、最近はそうでもないけど、なんでやっぱそんな感じ。今やってるラブライブサンシャインに出てくる子でもうハーフなんで日本人じゃないかもしれないけど、マリーちゃん金髪で青い目でもラブライブに出てくる子ってみんな目がね綺麗で可愛いですよ。何のところが外人っぽいと思いますか？とりあえず色が日本人じゃないすごくテンションが高い子で、いつもシャイニーが口癖なのが可愛いんです。ラブライブの、綾瀬エリちゃんがすごい外国人っぽい感じですね。なんか金髪だし、なんだろう、鼻とかもすごいスッてしてて、なんかスタイルもすごくいいので外国人さんっていう感じ、お人形さんみたいな感じがします。ラブライブのエリチ、完璧な外国人ではないけどロシアの血が入ってるところ、見た目もその金髪でっていうところとか、あとなんかすごい自分の意見をしっかり持ってるところが日本人の感じとは違うかなっていう感じはします。で今度はローゼンメイデンってアニメの出てくる女の子たちはみんな、人じゃないですけどもうザ外人っていうか外国意識したすごい可愛いお人形さんで、あれは西洋人形のイメージなんで、すごいパッて西洋って思い浮かべるとその子たち、そのキャラクターたちが思い浮かびました。マクロスフロンティアのシェリル・ノームとかあの辺は多分イメージは外国かなと、髪ピンクだったりしますし、ね、ランカちゃんもきっと中国っぽいよね。黒羊のエリザベス、あれはもうイギリス人の女の子なんですけど、金髪のくるくるのロールですごい可愛い女の子ですね。それは外国人っぽいかなと思います。セイントセイヤの沙織さん、もうなんか日本人離れしたね、13歳なのにナイスワンにバーンみたいななんかこう日本人らしくないというか、何のところが外人っぽいと思いますか？やっぱりそのナイスバデーさっき来る時にずっと見てて、もう3人すごいよねっていう、ナイスバディって感じ。ナイスバディ、これ絶対もう13歳違うよねシャオラン君、香港だ。彼は香港では香港だ。カードキャプターさくらのリー・シャオラン君っていうキャラクターが好きです。香港から来た男の子なんですけど、私の初恋のキャラクターなのでもうこれは外せません。こう最初はツンツンしてるんですけど、こう話を追っていくごとにどんどんこう成長していって、その成長の葛藤が可愛いですね。ハガレンのエドワード・エルリック、私もヘタリアしか出てきてない。ヘタリアでいいと思います。プロイセン大好きです。ドイツのお兄ちゃん。ドイツのキャラクターのヘタリアのそうそう。何のところが外人っぽいと思いますか？性格、勤勉なところとか。歌プリのセシルがもろ外国人なんですけど、でも可愛らしくってもう片言の日本語を喋ってて、そういうところは外国人っぽいキャラクターかなと思います。アイドリッシュセブンのナギ君が、多分あれもハーフなんですけど、やっぱりもう喋り方からやっぱりあの子も金髪だったりもするし、背も高くって顔立ちもすごいはっきりしてるので外国人っていう感じがします。らしい感じが。ポケモンのプラターノ博士ですなんかめっちゃ背が高くて足が長くて目が青い。でも外人っぽいキャラクターといえば何が最初にパッと出てくるんですか？見た目もそうですけど、なんか立ち振る舞いとかが、これは日本人はできないわって感じのやっぱり髪型と目がなんか外人っぽいって決まったりとかしますか？そうですね。やっぱりどうしても金髪とかなんかこう薄いブロンドとかなんかそういう髪の色とか、あとは目の色がこうちょっと
ブルーとかなんかグレーとかそういう感じのキャラクターは外国人っぽいかなっていう風に印象が受けます。何のところはやっぱ外人っぽいと思いますか、キャラクター的には。髪の毛の色とは、服装じゃないですか。ドレスを着てるとやっぱり外国っぽいかなって思います。やっぱ目の色とか髪の毛の色とかだとやっぱ黒以外だと外国人っぽいかなって思います。やっぱ金髪碧眼だけど最近あれですよね、白髪で赤い目とかも多いですよね。なんかアルビノ的なは日本人よりかは外人の方が多いかなってやっぱ思いますね。じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございました。Gaijin characters or foreign characters in animes, people had difficulties finding out which characters they were. Usually some of the characteristics were that they're strong and they're outspoken and they say things that they want to say and they have a different attitude compared to what generally Japanese people would do or what they would not do. One stereotypically example was Asuka. I think it helped a little bit that I was wearing Asuka at the time, but again she is a very different character, the tsundere kind of type that stood out in the series, and they named similar characters like that. Guys, once again, it's like being very tall, having light hair, generally tall light hair, and maybe like a big eyes or bright hair color, or maybe speaking slightly broken Japanese or saying things that a Japanese person would not say. So that apparently characterizes a gaijin character in anime, which is interesting. So let me know, what do you think? What's a typical gaijin character, or is there such a thing as a gaijin character? Do we still need this nowadays? Should we not just have everyone equal and the same? So, or do you think there should actually be more gaijin characters? How about we introduce more gaijin characters with different like colors? We know there are not so many characters of color in anime, so how about that? Let me know. Looking forward to reading that, and don't forget I have more cosplay and old school cosplay on my channel as well, so if you're curious and want to see what kind of gaijin characters I have cosplayed, check out my channel. Thanks for watching. Catch you soon on Ash Japanese. Sanrio Pureland is an indoor theme park that takes you into the cute world of Hello Kitty and all her Sanrio friends. There you can enjoy shows and also seasonal events and lots more. So for example, there was a special event for Halloween where not only the visitors had the chance to dress up. Sanrio Pureland is located about 1 hour away from Tokyo at the station called Tama Center, and from there it's only a short walk to Pureland. There are also shuttle buses from the airports that take you straight to Tama Center, so you can meet Hello Kitty straight after your arrival. Come and spot your favorite Sanrio character here.